こんにちは。今回はフリーCADで 3D プリンタ専用綺麗なネジ穴を開ける方法を解説します。ネジ穴を開けるシリーズの第2回目です。前回はネジの基礎と新型のホール機能を使った基本的な穴の作り方を解説しました。3D プリンタで印刷したらどうもうまくはまらない、ネジがガタついてしまうというような問題はありませんでしたか？今回は主にネジ穴の 3D プリンタ専用の設計方法を解説します。フユーズドフィラメントデザインというアドオンを使います。フリーCADのバージョン 1.0 以降、または現在の開発版である 1.1 で動作します。動画上では 1.1 開発版を使用しています。それでは早速始めましょう。まず最初にフユーズドフィラメントデザイン、略して FFD とは何かを説明します。一言で言えば FDM プリンタ、つまり熱溶解析層方式の 3D プリンタ専用に作られた設計方式です。普通の 3D CAD の形状は金属加工や射出成形を前提にしているため、そのまま 3D プリンタで印刷するとうまく出力できないことがあります。例えばブリッジ部分がたるんだり、オーバーハングが崩れたり、ネジ山が欠けたりします。フユーズドフィラメントデザインアドオンは FFD 設計方法を支援するためのツールです。端的に言うと、ネジの穴を 3D プリンタが造形しやすい形に整えるツールとなります。では実際にフリーCADにインストールしてみましょう。メニューのツールアドオンマネージャーを開きます。検索欄でフユーズドと入力すると、フユーズドフィラメントデザインアドオンが表示されますのでクリックしてください。ではインストールボタンをクリックしてインストールしてください。インストールが完了したら画面を閉じます。再起動ボタンでフリーCADを再起動してください。フリーCADが再起動したらインストール完了です。パラメトリックボディボタンをクリックしてください。パートデザインワークベンチが開きます。しれっとアイコンが4つ追加されます。これがフユーズドフィラメントデザインアドオンのツールとなります。では各機能を見ていきたいと思うのですが、その前にあらかじめベースとなるサンプルモデルを作っておきました。直方体にホール機能でネジ穴を開けただけのモデルです。上面は点のスケッチとネジ穴を開けています。前面は3つネジ穴を開けています。底面は1つネジ穴を開けています。ホール機能によるネジ穴の開け方は第1回の動画を見てください。動画概要欄にリンク貼ってます。これらのネジ穴を加工して 3D プリンター印刷用のネジ穴に改造します。では実際にフユーズドフィラメントデザインアドオンのツールを見ていきましょう。まずは一番左のフユーズドフィラメントデザインアイコンをクリックします。難化ダイアログが表示されますが、ただ単に 3D プリント設計用のツールですという概要説明を表示するだけのようです。初見だと何のアイコンかわからないですよね。何も機能がないアイコンですので閉じて次へ進みましょう。では気を取り直してホールウィザードアイコンを見てみましょう。現状非活性ですが、ホール機能で穴開けしたところを選択する必要があります。ひとまずここでは底面のネジ穴を選択します。ホールウィザードが活性化されました。ではホールウィザードアイコンをクリックしてください。タスク項目に4つ機能が表示されました。これらの機能はすべてネジ穴周りの形状を 3D プリンター印刷用形状に自動で補正してくれるツールです。一つ一つ機能を見ていきましょう。まずはカウンターボア、ブリッジズ機能から説明します。現在底面から穴開けを行った状態です。下面から前面をぐるっと見るとこんな感じの穴形状になります。普通ならこのような下向きに造形されるザグリ穴はサポート材を使って印刷することになります。ところがこのカウンターボア、ブリッジズ機能を使えばサポート材を使わなくてもちゃんと形状を保って印刷できます。ザグリ穴の上面にブリッジ構造を作って支えることでオーバーハングを防ぎます。補足で説明しますが、オーバーハングとブリッジは異なります。オーバーハングは下の層に完全に支えられず空中に突き出して造形される部分です。背景にスライサーの画面を表示しています。
サポートがないと印刷できない形状をサンプルとして表示しています。背景の濃い青色がオーバーハンブ、薄い青色の部分がブリッジです。ブリッジは両端が支えられているため、フィラメントを端のように渡して造形できる安定した水平の造形テクニックです。この場合、濃い青のオーバーハンブはサポート材がないと品質を維持したまま造形するのは極めて困難です。垂れ下がりや変形が発生します。対して薄い青色のブリッジはオーバーハンブ部分さえ造形できてしまえばサポートなしで造形できることになります。では実際にやってみましょう。アドカウンターボアブリッジズをクリックしてください。穴の周りに四角い形状が作られました。拡大してぐるっと見てみてください。スライサーの映像も同時に表示します。まずは穴の横に縦方向に端を作っています。一部オーバーハンブになっていますが、全体的にはブリッジ形状です。次に縦方向を補いつつ横方向にも端を作っています。その上で穴の周りも作ってネジ穴形状を補強しています。この設計であればサポート材を使わなくても FDM 方式 3D プリンターで印刷できますね。次はスレッドフォーミングリブズ機能です。これはネジ穴の内側に突起リブを自動生成してネジ山がなくてもそのままねじ込めるようにする機能です。この機能は少々動作が不安定です。ホール機能でネジ穴を作成する際、穴の種類をタップドリル、ネジ切り用にしてみてください。公式な情報は見つかりませんでしたが、この設定をしないと機能がうまく動作しないという挙動が確認されています。では実際にやってみましょう。アドスレッドフォーミングリブズボタンをクリックしてください。タスクパラメータが表示されます。いろいろ項目があってよくわからないですね。項目の説明は画面に一通り表示しました。基本的には先頭の項目の Use Global Lib Template をチェックするだけで自動で適切な設定が適用されます。細かい寸法はネジがうまくはまらない場合などに必要に応じて調整してください。では OK ボタンでタスク画面を閉じます。こんな感じで穴サイズが穴の最大外径に調整されて内側に突起リブが作られます。ネジ山やナットがなくてもネジをそのまましっかりねじ込めます。もし突起が見えない場合は一度 F5 キー再計算を実行してください。フリーCADの画面更新が反映されてないだけでデータ上は生成されている場合があります。不具合があるかもしれませんので利用する際は注意してください。ちゃんと動作すれば非常に便利な機能です。次はティアドロップシェイプ機能です。穴の形状を涙型にします。側面に開けた穴に対して穴の上部が潰れたりオーバーハング状態を回避することが可能です。では実際にやってみましょう。アドティアドロップシェイプボタンをクリックしてください。角度を選択できます。円形の穴の上部をどのくらいの角度で涙型にするかの設定です。今回は見やすさ重視ということでより尖った形の90度にしました。OK でタスクを閉じると画面に表示されている通り円形の穴の上部が尖って涙型になりました。ティアドロップシェイプはネジ穴部分のみに適用されます。座繰りには反映されません。これは設計上ネジ山部分だけを対象にしているためです。それではスライサーの画面を見てみましょう。左が何も加工していないネジ穴、右が今回のティアドロップシェイプネジ穴です。ネジ穴部分を見るとはっきりわかりますが、右側のティアドロップシェイプはオーバーハングがありません。印刷してもネジ穴の上部が潰れるようなことはありません。注意点としてティアドロップシェイプは座繰りには反映されません。ネジ山部分だけを対象とする設計となっています。次はルーフブリッジ機能です。穴の形状の上部にブリッジを生成して上面をきれいに印字できるようにするツールです。では実際にやってみましょう。アドルーフブリッジボタンをクリックしてください。アドルーフブリッジ2カウンターボアをチェックすることで座繰り穴にもルーフブリッジ形状を適用することができます。ルーフブリッジは座繰り穴に適用できるのになぜティアドロップシェイプは座繰り穴に適用できないのと思うかもしれません。
ルーフブリッジは探り穴のような広い開口部でも安定して造形できる構造です。一方、ティアドロップは狭い穴を対象としており、広い面では形が崩れやすいため、探りには適用されません。あと、ブリッジクリアランス項目は円形の穴の上部と端形状、ルーフブリッジとの間のオフセット距離です。ブリッジクリアランスを大きくすることで、側面に開けたネジ穴の上部が潰れるような症状を緩和できます。これは穴の上部とブリッジ形状の隙間を広げることで熱や重力による変形を防ぐためです。OK を謳歌して生成したネジ穴形状を見てみましょう。穴の上部が平らになってますね。ではスライサー画面を見てみましょう。オーバーハングはほとんどなく、ブリッジ形状で印字されることがわかります。両端の支えがあるブリッジ形状で造形されるので、サポート材なしで安定した穴形状を作れることがわかります。ホールウィザードアイコンの機能は以上です。さて、続いて ZIP タイチャンネルズ機能です。これは結束バンド用の溝を作るツールです。なんか 3D プリンターと全然関係ない項目に感じますよね。電子工作とかで配線を結束バンドで固定したい時のための機能だそうです。現状ではまだ開発途中の機能ですが、最低限の機能は実装されているのでご紹介します。まず点だけのスケッチを作成します。画面に表示しているような点のスケッチです。ここでこのスケッチを選択した状態で ZIP タイチャンネルズアイコンをクリックします。Use Line Ends Instead of Points チェックボックスは現状機能は未実装のようです。その他各項目は画面に表示している通りです。注意点としてチャンネル、ブリッジダイアメーターという項目があたかもブリッジ形状を生成するような名前になってます。実際にはただの円弧形状を生成しているようで、ブリッジではなくオーバーハングとして造形される可能性が高いです。チャンネル、シックネス項目の値を大きめにしてオーバーハング角度を緩くするのが効果的な対策だと思います。もしくはチャンネル、ブリッジダイアメーターを小さめにすることで重力による垂れ下がりを防ぎやすくしてみてください。では実際に値を設定してみましょう。実際に結束バンドのサイズを測った上で設定してください。こんな感じで生成されます。現状まだ開発途中の機能のため、スケッチ上の点を基準に X 軸マイナス方向にのみ生成されます。実装が不完全ですので将来的な機能拡張に期待しましょう。続いてオート、フィレット機能です。オート、フィレットはエッジに対して自動でフィレットをつけるツールですが、動作が完全ではありません。現在は側面のネジ穴など不要な部分にもフィレットが入ってしまう不具合がありますので、今回は紹介を見送ります。今回はフューズドフィラメントデザインアドオンを使って 3D プリンタで出力しやすいネジ穴の作り方を紹介しました。現状ではまだ動作が安定しない部分も多いですが、プリンタの特性に合わせた設計という考え方はとても重要です。FDM 方式 3D プリンタ特有の樹脂を積み上げる方式を前提で形状を最適化します。フューズドフィラメントデザインは単に形を変えるツールではなく、 FDM 方式 3D プリンタ特有の造形の特性を前提とした設計思想そのものです。設計段階から積層、ブリッジ、オーバーハングを意識することでサポート材を使わずにネジが完璧にフィットするモデルを造形できます。ぜひフューズドフィラメントデザインアドオンを活用してみてください。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。